はい、皆さんこんにちは、ファランです。今日のですね、ファランチャンネルでは、朝鮮王朝のシリーズとして、お送りしています。今日はですね、7代目の世女と、それから8代目の英女についてお話をしていきたいと思います。このチャンネルはですね、韓国の歴史、そして文化についての解説、そして史跡や観光地などを配信しております。第2チャンネルの方でもですね、今配信しておりますので、こちらはですね、韓国の生活やそれからエピソードなどをですね、話しておりますので、ぜひ参考にしていただきたいと思います。それではですね、この朝鮮王朝なんですけども、以前までのですね、この話として、セジョン大王というですね、韓国では本当に有名な大王ですね、たくさんの子供がいたんですけども、その後継者がですね、結局はいろんな事件を起こしていくんですけども、その中でですね、このセジョンの次男がですね、セジョとして王位を奪っていくような形で王位についていきます。それが1455年なんですけども、これがですね、ケユジョンナンというですね、名前で呼ばれています。ここにおいてですね、このタンジョンとですね、6代目の王様から王位をですね、奪っていくというところで、旧勢力ですね、このタンジョンを支持していた側近がですね、ソン・サンムンとかですねいうこの中心の6人の側近がですね、処刑されていくと。なぜならばですね、このタンジョンを中心としてもう一度ですね、この王位を奪っていこうと、復位していこうというような動きがあったからなんですね。そういう中で、このですね、シーロクシンですね、韓国でサイフシンと言いますけども、こういった名前で呼ばれています。このままでですね、このセジョンとしてもですね、立場が危ないということを悟ってですね、最終的には、前回の動画でもお話ししましたけども、タンジョンをですね、流刑して、そして、試薬という薬を与えて、そして殺していくというようなところですね。こういったことがですね、結局後々たくさんの血が流されていったりとかですね、この直接このセジョンのですね、子供だったりとかお子さんだったりとかですね、そういったこの子供がですね、早死にしていくというような現象が起こっていくと、これもですね、このタンジョンを若くして殺したその罪と償いなんではないかということも言われてきたわけですね。このセジョンにおいてはですね、何よりもこの王権を強化していくと、中央集権にしてですね、王権を強化していくということで、国務総理にあたる人っていうその役割の機関をですね、なくして廃止して、議政府フィジョン部と言いますけども、これをなくして、この長官によるですね、6層直系制というですね、6人のこの大臣を中心として、この政治を行っていくというようなところで、かなりですね、こういう直接でのその中央集権を引いていくというところであります。この聖書においてはですね、この時代、儒教が国家のですね、理念ではあったんですけども、仏教をですね、信仰していったというところで、韓国のソウルにですね、タッコル公園というとですね、公園がありますけども、ここにですね、ウォンガクサジタ塔ですね、塔が大きな10層ですね、10層の大きな塔があるんですけども、これもですね、その時に、世女がですね、仏教に帰依した、そういう証として今残されています。そしてですね、何よりもこの強国テジョン、強国大典というですね、法律、国のですね、法律を整備していこうというところで、このセジョの貢献というんですかね、役割としての目立った動きとして挙げられていきます。最終的にはこれですね、ソンジョンの時に完成していくんですけども、このリーですね、トウ、レイ、ヘイ、ケイ、コウというですね、ことで、例えばこのリーであった場合はですね、官僚についての法律ですね。トというのはこれはですね、財政面、そしてレイというのはこれは儀礼ですね。
婚礼とかですね、そういった決まり事ですね。兵というのは軍、警というのは警護ですね。公というのはこれは土木関係の法律が定められているわけですね。こういったことですね、韓国というのはどちらかというと記録を残していくというですね、ことがとてもこの特徴として挙げられるわけですね。こういったですね、世界遺産ですね、世界文化遺産としてですね、指定されるもので、こういったものがですね残されていくという特徴があると思われますね。52歳でですね、結局は死んでいくんですけども、この時もですね、こちらに書いているこの皮膚病ですね、雷病によって、苦しんでですね、そして、亡くなっていくわけですね。不滅の恋人というですね、ドラマの中に、この表現されていますので、これもですね、何かしらの機会があればですね見ていただいて、そして参考になるかと思います。このセジョはですね、自分のその息子をですね、ウィギョン・セジャですね、セジャとしてですね、王様、次の王様として指定していたんですけども、なんと19歳の若さでですね、死んでしまうということであったわけですね。ですから次男のですね、次男エジョンですね、エジョンが王位についていくわけですね。でエジョンにおいてはですね、やはりこの19歳で、王位についているので、やはりこのお母さんですね、この政治によるこの、助けによって、政治を行っていくということで、スリョンチョンジョンというですね、ちょっと漢字で書いていますけれども、すだれのところからですね、隠れてですね、そして王様を操っていくというようなところで、こういった漢字を書きますね。摂政ということですね。こういったところにあります。で、新しい勢力とですね、旧勢力のこの対立ということで、もともとこのセジョですね、7代目の王様の時はですね、ハン・ミョンヘイというですね、側近がいたんですけども、この人によって多く支えられてきたわけですね。しかしながらこういった旧勢力と新勢力がですね、ぶつかり合いながらですね、このエジョンの時もですね、どちらかというと、王権が強化されていくことによってですね、政治を保っていったので、こういう意味ではその新勢力がですね、一掃されていくと、粛清されていくというような事件が起こっていきます。しかしながらこの20歳の若さでですね、死んでしまうというところでですね、どうなったかというと、先ほどのこのウィギョン・セジャですねの子供ですね、子供を実際には王様として候補として挙げられていたんですけども、この王様もですね、王様というか候補もですね、結局早死にしてしまうので、その次男ですね、ウィギョン・セジャの次男がソンジョンとして9代目の王様となっていきます。なかなかですね、こういったことを見るとですね、子供が早死にしたりとかですね、早くこの王位についたりとかですね、うまくいかないところがあるんではないかと思いますね。これがですね、因果応報ではないとかわからないですけども、タンジョンを殺したことによる罪だというような話として、ずっと残して、残されていくわけなんですね。今日はですね、こういったこのセジョとエジョンについてですね、お話をいたしました。今後もですね、こういったこの韓国の歴史や文化についての解説もシリーズや、そしていろんな興味ある内容をお送りしていきたいと思います。それから史跡やですね、そして観光地などもメリットとして映像でお送りしていきたいと思います。今日はですね、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、そして高評価もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。